皆さんはじめまして、D& デパートメントの有馬と申します。ちょっと簡単に自己紹介をしますと、滋賀県に生まれまして、大阪で育って、で大阪のお店にも D& デパートメントが実はあったんです。実は今年に入ってクローズしてしまったんですけど、そこのお店で店長を経て、東京に来て今は会社の代表をやっています。で、先ほど紹介いただいたように僕たちは東京も含めていろんな各地にお店を作っているんですけど、そこ行かれたことあるっていう方いらっしゃいますか？すごい。じゃあ半分ぐらいの方が見たことあるぞということですね。今日はですね、なかなかお店に来てもらうだけだと、その裏側ってあんまりわからないことも多いと思うので、知らない方にも分かるような内容でちょっとお話できたらなと思って、来ました。今日ですね、実は大きくは3つのお話をしようと思っていまして、僕たち1つ目は大体20年ぐらい前から日本中の息の長いデザイン、長く続いているデザインっていうのを各地で見つけてきて、でそれをお店に置いて発信をしていく。そのものづくりの背景とかそういったことも伝えるっていうことをずっとやってきていて、でそれを各地の場所で売り場を設けてやっているので、その活動内容っていうのをちょっとお伝えしようかなと。でもう一つは、その売り場と同時にそれぞれの県の個性とか魅力っていうのを実はデザインの観光ガイドブックっていうのも並行して作っていまして、このプロジェクトについてもちょっとお話をしようかなと。でもう一つは先ほどご紹介あった渋谷のヒカリエの8階にですね、47都道府県の物産ミュージアムを作ってまして、そちらについてもちょっとお話をしようと。この3つがですね、実はなんとなくつながっていきながら、自分たちなりにフィールドワークみたいな形でプロジェクトを進めていきながら、こういう世の中になってきたぞとか、こういう価値観が必要だぞとか、そういったことに気づいて、プロジェクトを進めながら作ってきたっていうようなことがあるので、そこら辺もお話しできるといいかなと思っています。で、まず2000年にうちのお店、東京の本店ですねができました。で当時はですね、まだ、世の中的には新しいデザインって言って新しいデザインこそやっぱりすごくいいぞとか楽しいぞと刺激的だぞっていう世の中だったので、そんな中に僕たちが突如大体200坪ぐらいワンフロアのお店をですね、東京の奥沢っていう場所にしかも中古品だけのお店を開きました。で日本中のリサイクルショップを回って集めてきたもので、これは実はリサイクルショップで50円で売ってるけど本当は5000円の価値があるぞとか、ものすごい原価率といえばそういう話なんですけど、でもやっぱり物の価値っていうのは新品だから価値があるとかそういうわけではなくて、本当にそのものがいいかどうかっていうのを判断していく目であったりとか選び方っていうのはすごく重要じゃないかなと思って、そういったものを選びながらお店を作っていくと。でお店にはショップの部分とカフェの部分があって、日常的にはカフェで自分たちが使っているものを利用いただくようなことをできるようにしています。で自分たちで選んでいるものって大体こういうもの、普通といえば普通なんですけど、例えばこういう、日本であったりとか世界であったりとかの、割とスタンダードなもの、どこにでも見る、普通なものの中にもいいデザインがあるんじゃないかとか、あとは日本各地を巡っていくと、それぞれの伝統産業とかそういうのに紐づいたものでいいものがあるぞとか、あとは業務用で本当誰がデザインしたとかそういうこともわからないアノニマスなもので、長く使える本当にいいものがあるぞとか、あとはリサイクル品の中にも、その良さがあるぞとか、そういったことでですね、自分たちが選んでいる商品というのは基本的には長く使えるいいものっていうことを基準にいろんな商品を選んでいってます。で自分たちはどうやってその息の長いデザインかどうかっていうのを判断するのかっていうことで、一つ一ついろんな商品を選ぶときに基準を作ってます。でこれ5つの基準があるんですけど、一つ一ついくと、まずは自分たちで見に行きます。生産している背景を全て見に行ってからしか、取り扱わない。でこれは見に行って自分たちが背景を知るっていうことも一つなんですけど、逆に言うと向こうにもうちが何をやりたいのかっていうのを知ってもらうっていう、
なんかそういう両方の意味があって、そのお互いの関係性があるからこそこう伝えられていくものがあるんじゃないかなっていうこと。あとは、よくこういろんなインテリアショップ皆さんも行かれると思うんですけど、割とね来年になるとまた違う商品が並んでてってしているように、そんなに大量の商品スタッフの人がみんな全部自分で一回使ってるかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。でも僕らこう何十年と長く売り続けていくっていう選び方をしているので、必ず自分たちで使って、これ本当に10年20年売り続けていこうって思えるものだけをやっているので、もうほとんど全部の商品をスタッフが全部自分で使ってます。で本当に良かったものだけは使うと、あとはもうそのメーカーさんの社長に会って、これ本当に続けていくじゃあるんですかとか言って、なんかしつこく質問しに行ったりとか、そういうこともしますし、あとはやっぱり丈夫じゃないとダメだし、直しやすいものじゃないとダメだから、例えばうちのお店ってやっぱり電化製品とかすごく少ないんですよね。やっぱりモデルチェンジもしていくし改良もされるし、いいこともあるんだけど、やっぱりどうしても本当に何年使えるのって言ったらわからないものも本当に多くて、特にメーカーが保証体制整ってませんみたいなこともすごくいっぱいあるので、なんかそういったものはやっぱり直しやすい構造になっているデザインなのかどうかみたいなこともすごく重視して選ぶようにしています。あとはもう一度、不要になった人が別の人に渡して、それも、販売できるもの、自分たちがもう一度引き取って、販売できるっていうものも一つの基準にしてます。なのでうちのお店で販売しているものは基本的にいらなくなったら全部買い取ります。でもう一回リペアをしてきれいにして、もう一度別の方に販売をするとってこともしています。で、そうやって選んできた商品っていうのがお店の中ではこの黒い丸に数字が入った形で全て展示されてます。でこれ一体何なのっていうと、これ実はこのデザインが生まれた年じゃない、生まれた年から何年経ったか、つまり年齢なんですね。で皆さんもどこかで見たことあるこのストーブは実はもう80年以上経ってるんです。で80年以上経っても今でも新しいというかいいと感じて、今でも商品を買っていく人たちがいる。もっと言うと80年前からずっと使ってる人たちもいる。なんかそういうなんか時間が証明してくれてるような息の長いものに本当にいいデザインがあるんじゃないのっていうのが僕たちのロングライフデザインっていう考え方で、なのでさっきの何年ぐらい続いてるかってすごく重要で、とは言っても1年とか2年だから悪いというわけではなくて、1年とか2年はこれからね何十年と続いていってほしいという思いを込めて僕たちも選んでいるっていう、そういったことをしています。で、その時間が証明してくれたデザインをですね見ていくと、なんとなく共通していることがある。でその共通していることを自分たちで洗い出して10か条にしていて、ロングライフデザイン、息の長いデザインっていうのは、こういう背景で生まれてるんじゃないのっていうのを10個挙げてます。一つずついくと、修理ができる、先ほどお伝えしたように修理ができる、あとは価格が適正、あとは販売っていうのは、売る側の人たちにもある程度意思を持って売る店で売られないと続かないぞとか、あとは作り手にはもちろん愛があること、あとは使いやすいとか機能的なことや、安全面で使いやすいこと、危険な要素がないとか、計画生産、これ結構重要なんですけど、流行に左右されてじゃあ売れたからたくさん作る、じゃあ売れなくなったらそれやめるのかっていうと、そうやって商品ってなくなっていくんですよね。だからある程度どんなに売れようが売れまいがこれぐらいの量を継続的に作っていくんだみたいなメーカーの姿勢ってすごく重要で、そういった要素がないとやっぱり流行り廃りでどんどんなくなっていくのが多いと思います。で8番目が使う側、消費者の方にも使う意思が必要ですと。あとはもちろん環境に配慮がある。で10個目にデザイン、美しいことで、よく言われるのは、ロングライフデザインどうやって選ぶんですかって言われると、さっきの5つの基準みたいなことで選んでいくんですけど、やっぱり形としてどうなのがいいですかって言われることは多いです。ただ形だけではないっていうのが僕たちの結論で、形っていうのはものを選んでいく上での一つのことであって、それ以外の形以外の要素がすごく重要だと僕たちは思っています。でこの基準の中でものを作る人たちの中だけでは完結できない要素、先ほどお伝えした販売とか使い手とか、使う人やどこで売るのかみたいなこともものが長く続いていくのにすごく重要な要素で、
そういう売り場の考え方とか、どういうふうに売っていくとものが長く続いていくかとか、そういったことを考えるために自分たちはお店を、っていう形を作っています。でそういう拠点も、47軒あるので、1軒に1つずつ必要だろうと、もっとあってもいいと思うんですけど、その考え方を伝えていくっていう活動なので、そのお店を、なるべく多く作っていかないと伝わっていかないということで、拠点を少しずつ作っていて、今、国内外含めて10箇所かな、今、大阪が下手なので10箇所、北海道から、南は沖縄まで、あと国外にも一つあってソウルにあります。ちょっと代表的なところは、札幌、これ北海道×デザイン会社 3KG って書いてますけど、何かというと、いわゆるフランチャイズっていう形態といえばフランチャイズっていう形態なんですけど、僕らはフランチャイズっていう意識はあんまりなくて、どっちかというと地域の人のパートナーを見つけていくっていう活動で、なぜかというとやっぱりその地域に対する思いが一番強い人がやっていかないと、その事業自体も長く続いていかないだろうということで、僕たちがもしいろんな東京から出ていってですね、お店を作っていくとですね、そのお店が売れなくなったらもちろん撤退するんですよね。でそういう意識でやっているとやっぱりお店って長く続かないですし、もちろんその土地の人にも伝わっていかないということで、やっぱり地元の人になるべくやってほしいよねということで、同じコンセプトを地元の企業の人たちが取り組んでいくっていうプロジェクトにしています。でもう本当にいろんな方がやっていて、北海道はデザイン会社だし、富山県は県庁の人たちと一緒にやってる形態だし、で山梨は放送局 YBS なんで放送局がオーナーになって、そのスタッフたちとお店を作っている。で京都は大学です。京都造形芸術大学っていう大学と、これは要は学生向けにロングライフデザインって何だろうっていう、学生のカリキュラムを作りながら、その学生の発表をお店の中でしたりとか、そうやってオーナーがどういうところなのかに応じてお店の形も少しずつ変わっていくっていうふうにしてます。お店も結構スペシャルで、お寺の中にあったりとか、その土地その土地の風景に馴染むような場所を選んで出店したりとかしています。で鹿児島は百貨店であったりとかで、それぞれのお店でお店の中で、じゃあどうやってお客さんに伝えてんのっていう伝える活動については、大きく3つちょっとお伝えしようかなと。まずはやっぱり生産者の方のことを知ってほしいので、勉強会とかを特に本当によくやります。これは中線って染めですね、手ぬぐいだったりとかそういう染めの勉強会とか、和ろうそくっていうのはハゼっていう素材を使ってろうそくを作るようなこととか、そういったことで、お客さんが生産者と直接触れて、その商品だけじゃなくてその生産者の人も好きになってファンになっていくことで、やっぱりそのものが好きだなとか愛を持って使い続けたいなとか、そういう気持ちが生まれていくみたいなことをやっぱり取り組んでいます。で、もちろんお店のその県のもの以外の県のものも巡回をしたりとかして、地域の人にとってはいろんな各地に D&デパートメントがあるおかげで、他の地域の良いものも接点があるというようなことを取り組んでいたりとか、食品、カフェがありますので、そこで扱っている食品もできるだけ自分たちが見に行ったものだけを扱っています。なのでそういった生産者の交流やマーケットみたいなこともお店の中ではやっています。あとは各地域巡るとですね、長く続いているのは物だけじゃなくてですね、地域のお祭りとかそういう文化もあるので、これは福岡の山笠っていうお祭りなんですけど、お店がですねちょうどその山笠を演じている組のエリアの中にあるんで、もう強制的に参加しなきゃいけないんですよ。でそのしきたりというか、そういったものもあって、お店のスタッフが一人やや生贄のようになって参加してるんです。こうやってふんどし巻かれてね、こうやって参加してるとか、そういったこともやっぱり地域で長く続いているものを伝えていくっていうのには、自分たちも溶け込んでいかなきゃいけない、そういったことをお店の中ではやっています。でやっぱり物を作って販売した以上、そのものを実際に長く使ってもらうっていうことをサポートするみたいなこともやっぱりすごく重要で、金継ぎの会であったりとか、あとは包丁研ぎ、包丁を定期的にメンテナンスする会であったりとか、椅子の張り替えであったりとか、
そういったことで自分たちが販売したものがダメになったりとかっていうのを5年10年経つとやっぱり必ず出てくるので、そういったことをもう一度循環できるようにしていたりとかで、あとは、リサイクルリユースの取り組みもしています。で、最初にお伝えしたように、リサイクルショップのようなところからスタートしているので、全国から、本当にこれ価値があるぞっていうものを選んできて、それを再販売するようなことと、あとはお店の中のショッピングバッグはですね、全部リサイクルのものを使っています。これ何かで、お客さんが自分の家に必ずショッピングバッグって余ってるんですよね。その袋に束になって余っていて、それを僕たちの店はわざわざ持ってきてくれるんです。でそれにテープを貼ってリユースしているみたいな取り組みもしていますし、小学生の学校机の天板をフォトフレームに変えたりとか、そういうマテリアルの再活用みたいなことをやっていたりとか、あとは、いろんな各地回って生地産地でやっぱり確実に生地ってオーダーがあって作るものって非常に多いので、必ず少し余りが出るんですよね。でその余ったものをどうするかというと、ある企業から依頼をされて作ってるので、売れないわけですよ。なかなか売れない。でとはいってもその権利が切れた時に、じゃあそれをどうするのかというと、その中途半端な長さっていうのはもう残り続けるので、メーカーさんのところ行くと本当に大量に余ってるんですよね。でそれちょっとどうにかしようっていうので、僕らの方でトートバッグにして、もう一回巡回するように使っていったりとか、あとはいくつかウールの生地は何枚か束ねて、それを針を押してくっつけさせることができるんですね。でそういったものをラグにしていったりとかみたいな循環もやっていたりとか、あとは、この後話しますけど、自分たちで出版している本を書籍の流通っていうのが、皆さんもしかしたら知ってる方もいらっしゃると思うんです。委託の流通って言って、本屋さんはもうノーリスクで本が入ってきますね。でそれ売ったら売り上げなんですけど、売れなかったらどんどん出版社に返すじゃないですか。で返すのも別にタダで返していいわけです。でそうするとどんどん入れてどんどん返しちゃうみたいなことが行き渡ってると、必ず往復してる間に傷物の本が出てくるんですよね。でそれ何かちょっと作った出版社が愛を持って作っていても、もうそれはもうダメにどんどんなっていくと。それは僕たちは作ってる側としては避けたいなということで、傷が入ったものが返ってきた時にこの循環しているリサイクルマークを押して、でもう一度同じプライスで販売をするというようなことをやっていて、これが中身は別に何も傷があるわけではないですし、情報が古くなったわけでもないので、こういったものをもう一回新しく流通し直すみたいなことの取り組みをやっていたりとかします。で同じ値段で売ってるんだけどこっちの方が欲しいっていう方も非常に多いです。でこういったことで、その地域にお店を持っていると、そのお店にわざわざ足を運んで買いたいという人が非常に多い。で何でも取り寄せてしまえる時代ではあるけれど、なおさらそのものに対してどういうものの背景で生まれているかというのを知りたいという人はすごく増えているんじゃないかなというふうに僕たちはお店をやっていてすごく気づいていきます。でじゃあその土地の魅力とかその土地の個性って何だろうっていうのを考えていくために、この観光のガイドブックを作っていってます。でこれも一県に1冊ずつ刊行していて、今21冊で、選定している条件っていうのを決めていて、やっぱりその土地の個性が出ている魅力があること、あとはその土地の大切なメッセージを伝えているかとか、でその土地の人がやっているかとか、なんかそういったことを基準に置いて、その選定の中で選んでいったものだけをピックアップしていきます。で実際にはやっぱり地元の人たちが一番地元のことを知っているので、地元の人たちとワークショップのような形式をして、そこで上がってきた内容っていうのを全部、もう本当に全部編集部が2ヶ月間その現地に暮らしながら取材をして回ります。で、なんで2ヶ月間かというと、やっぱり2ヶ月ぐらい暮らすように取材をしていかないと、その土地の本当にいいものが見えてこない。もちろん検索をして出てくるようなことだけじゃ本当にその土地の良さっていうのはなかなか見えてこないこともあって、で自分たちで足で全てを回っていくようなことをやっています。ちょっと事例を紹介すると、山梨でワインツーリズムとかを企画しているワインのカフェがあったりとか、あとはその土地の伝統工芸を若返らせるための取り組みをやっているような、そういったお店が見つかったりとか、ジビエ料理を本当に伝統的なお皿でも若々しく伝えているお店があるとか、その土地のストーリーを伝えながら宿泊ができる場所があるとか、
からそういった場所を本当に日本中の中から一つ一つ選んでいくと、やっぱりその土地にそれぞれ活躍されてるキーマンの人たちに出会って、でその人たちがやっぱりあそこがまたいいよとかっていうのをまたさらに聞いていく。そうやってこう情報、同じ情報ではあるんだけども、情報の得方がやっぱりそのしっかりと共感し合いながら見つけていけるっていうのが、この2ヶ月ぐらい滞在しながら作っていくっていうプロセスの中にできると。なのでいわゆる観光雑誌のようにある程度決めて、もう取材する候補もネットで検索してここに行こうって言って決めていって出来上がるみたいなことだけだとなかなかできないことがやっぱり実際にはあるかなと思っていて、そこを僕たちは少し重要視していると。でいくつかのカテゴリーでそれらで本当に素晴らしかったものだけを掲載していくと。で本が出来上がるとですね、出版パーティーみたいなことをやるんですけど、やっぱりその2ヶ月暮らしてるので、やっぱりつながっていく人たちもね、もうずっとすごい仲良くなるんですよね。だからもう本当に大盛り上がりで、この後も長くつながり続けるので、この本を持ってそのエリアを回ったりするとちょっといいことがあったりとかするんですよ。お前その本読んできたんだとか、じゃあちょっとこれやるわみたいなことが起こってきて、そういうことを関係性を作りながら作ったからこそできてるっていうのを、とても僕たちも面白がってるところがあります。で本を作ることで本当に各地にどこを置いてもやっぱりすごく素敵な場所は多いんですよね。皆さん多分すごくたくさんいろんなところ回っておられると思うんですけど、やっぱり行ったところには必ず魅力がある。でそういった魅力をですね、一望に見れるような場所が日本にあってもいいんじゃないかなということで、じゃあ僕らがその企画をちょっとしようということでミュージアムを作りました。でそれが47都道府県を一望で見れるミュージアムとして、スタートするんですけど、実はこれちょっと前段階があって、自分たちの D&デパートメントのお店で、まずは小さな47件の集めた展示をしてたんですね。これ日本ビジョン展っていう展覧会でやってたんですけど、各地の物産品を集めて、で、店内の一角を使って、大きなテーブルに47個並べていくっていう企画だったんですけど、それを見たですね、松屋銀座の、偉い人がですね、ちょっとうちの大催事場でやらないかということで、一軒に一テーブルで大きな会場を使って展示をし直すっていう企画をやった時に、これが何か一つのフォーマットが出来上がったような気がしていて、そこからじゃあこれを常設できるような場所をちょっと作ろうというので、渋谷のヒカリエの8階にこうやって作っています。これが今あるミュージアムですけど、これ、まさに今展示中の写真ですが、もう実際にその土地に行って関係のある人たちから商品を借りてくるので、いろんなありえないようなものをたくさん貸していただけるんです。それこそ店のね、居酒屋さんの店ののれんを貸してくれたりとか、そしたらその貸してる間どうしてんだろうって思うんですけど、多分どうにかやってるんだと思うんですけど、そういったことを特別な関係があるからこそやらせてもらえるみたいなことが、をやっています。でオープン当初からは、47個テーブルがあるので、いろんなキーワードで、その土地の企画をやっていて、47人のクラフト作家さん、若手のクラフト作家さんの展示をしたりとか、47件クラフトブルワリーとかがあるので、そういったものを展示するとか、あとは外部のキュレーターの方と一緒に企画するものもあって、これはもうご当地スーパー、47県にあるスーパーもその土地らしいスーパーっていうのは実はあって、そういったものを一望できるようにしたり、グッドデザイン賞って皆さんもご存知だと思うんですけど、そういったものをじゃあ47県に切り分けてみたらどう見えてくるのかなっていうのを実験してみたりとか、そういったことを続けています。他にもいろんな企画をやっていて、その企画に連動するような図録を作ったりとか、これはグラフィックデザイナーのものですね。でアクセサリーがあったりとか、いろんなテーマで47件を見ていくと。で、これはP2P 展で、これちょっと映像があるのでよかったら見てもらおうかな。買い物の中でどれだけ社会貢献ができるかということに興味は高まっていると思っていて、
P2P ストア、プログラムトゥプロダクトといって、47都道府県の地域問題から生まれた製品を集めて、商品と一緒にその問題を買ってもらおう。例えば山形県は森林率が 70% 以上ある中で、木材を使う需要が減っていることと、人手があまり回らなくなってしまって山の環境が悪化していることを受けて、実際に山に入ってツアーをしたりだとか、間伐材を使った製品を作られています。デザインの視点を入れることで、マイナス面として取られていたことをプラスに変えて新しく価値を生み出している。地域問題って考えるとやっぱり難しくて、いかに私たちが身近に感じることができるか、お家に持って帰ってもらうことで地域の問題とより長く付き合ってもらえたらな。気になる商品を見つけてもらって、その製品そのものの魅力をまず感じてもらえればなと思っています。はい、なんかそういうそれぞれの企画展ごとにいろんなメッセージを込めて長く続いているっていうことを伝えていっている展示をしています。ちょっとこれも一つ47都道府県でコンビニ作ったらどうなるだろうみたいな、そういう検証をするような企画展もやったことあります。これ実際にギャラリーの中に本当にリアルにコンビニを作りました。で、ミュージアムの横にはお店ショップも併設をしていまして、ここは先ほど D デザイントラベルの本で出会ったような人たちと一緒に作っていくストアです。なので特別なものを借りてくる関係があるっていうので、なんかいろんな変なものが置かれてるんですね。でその土地のストーリーを伝えるようなものがたくさん置かれている。商品だけじゃなくて商品の背景になるようなものもたくさん置いています。だから見る人が見ればなんかすごく面白いものもあったりとか、聞いていただけるとお店のスタッフがこれ実はねって言ってたくさん説明することができます。はい、でそこで出会った作り手の人たちにももちろん来ていただいて、ワークショップしていただいたりとかっていうことも、変わらずやっています。で、隣にはですね食堂、47都道府県の、食堂ということで、これもその土地その土地に巡っていって自分たちが実際に見た食材を仕入れて定食を作っていくんですけど、本当に見に行きます。なので船の上も実際に乗って漁を目の前で取ってるところまで見に行くっていうことが多いです。もちろん野菜であったりとか漁業も行きますし、お肉であったりも行きますし、で地元のお母さんたちに郷土料理を教えてもらって、その郷土料理ってね本当今どうなってるかというと結構なんかなくなっていってるんですよ。実際にはなくなっていってて、でその郷土料理のレシピを見ても添加物化学調味料とかが入っているレシピになってしまっているものも本当にたくさんあるんですよね。でそういったものをそういうものが入ってないレシピに置き換えるような、もともとのレシピに置き換えるようなこともちょっと自分たちの方でやっていて、本当にそのいろんな地域にある工夫とか、伝統みたいなものはやっぱり食の中にもたくさん残っているので、そういったものを、お店の定食の中で表現しています。でこれがそういう紙面でも出ている定食があって、本の中で定食のページがあるんですけど、その47県の首都圏のこの県の定食はこれだって言ったものが実際にお店で食べれるというような体験をやっています。他にもたくさんいろんな定食があって、これ見てもらったこの左下のところが静岡定食で、これは今渋谷の光で食べれるメニューです。でそうやって47件展示した方が必ず集う会っていうのをやっていて、そうすると自分たちと生産者の人たちのつながりだったのが、生産者同士の方が横でつながっていって、47件があるテーマで横にいろんなネットワークができていくんですよね。そこからまた新たな事業が生まれていたりとか、そういったこともすごく面白いなと思いながら、活動をやっていますと。で、今は静岡の展示をやっていますので、もし7月の30日までやっているのでよかったらぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、以上でございます。ありがとうございます。